はい、皆さん、コンタコス、タルタコスでございます。少しね、動画投稿遅れて申し訳ありません。タコスの職場では仕事と戦い、そしてプライベートでは対馬を守るため、猛虎たちと戦っておりました。対馬では誉れというのが何かわからなく、頑張って助けたのに犯罪者呼ばわりされて、と思いながらプレイしてましたね。皆さん、誉れとは何でしょうか？教えてください。さて、仕事の方がね、少し忙しくて、配信ね、休止中なんですが、落ち着いたらね、再開しようと思ってるので、もうちょっとだけお待ちを。ということで、今回は灰の地のイベントについての紹介動画ですね。皆さん入手してる方も多いと思うんですが、ヒルディルクエストのようにミニボスを討伐することで武器の素材が入手できて、超かっこいい装備が作れちゃいます。その武器がこちら、炎の剣、名前を竜神ジャッカ。炎熱系最強にして最古の残白刀、その強さは視界にして挽回並みの能力。送りというのは冗談で、名前はダーウィンですね。以前からデータだけは存在していて、コンソールでは出せてたんですけど、今回ね、正式に入手できるようになりました。それではね、早速入手方法を紹介していきましょうか。さて、まずは腐敗の穴ですね。皆さんね、一番最初にこの石のポータルを作るために必要なね、この新しい核を入手するために腐敗の穴入ってると思うんですけど、腐敗の穴にですね、たまにボスのロケーションではない別のロケーションがあることがありますね。それを探します。ここはねえな。外れだ、外れ。で、この腐敗の穴モルで出現するんで、それなりに準備しといた方がいいかなと思いますね。ベルセルクルアクスの青色派生なら結構簡単に倒せるので、できたらそれ持っておいた方がいいかなとは思います。あれ5箇所目ぐらいなんだけどな、そろそろ出てほしいんですけど、出てこねえ。ちょっとモルゲンしかとしとこう。ようやくあった。結構探しましたね。結構探したんですけど、ようやくね見つけました。これですね。不思議な場所のロケーションマップですね。で、登録するとこんな感じで不思議な場所っていうことで、不思議な場所のねロケーションを登録できます。これが第一歩です。まずこの不思議な場所のロケーションを登録することがダーウィンを入手するための第一歩ですね。で、この不思議な場所のロケーションですね。この不思議な場所のロケーション、腐敗した穴のダンジョンに、ランダムで配置されてるんですけど、どの腐敗した穴にあるこの不思議な場所のねロケーションを登録しても、この1箇所しか出てきません。これタコスが調べた限りではそうでしたね。アップデ当初は、別のね腐敗した穴のロケーションを見つけたら、すでに登録してるところが表示されたり、また別のところが表示されたりっていう感じでランダムだったんですけど、おそらくどこかのアップデで最初の1箇所しか表示されないようになってると思います。で、不思議な場所をね登録できたら、早速この不思議な場所に向かいたいと思います。結構遠いんでちょっとめんどくさいんですけど、頑張りましょうか。よっ。なるほど。よいしょ。撤退撤退。危ねえ。やっぱ灰の地怖え。やばくなったら腐敗の穴に逃げ込むっていうのは結構おすすめかなと思います。
まあ灰の地結構難しいんで、休憩済み切れた時とかなんかにダンジョン潜って休憩済み取るのが覚えておくと結構便利ですね。さて不思議な場所着きましたね。まずはねチラ見してみましょうか。チラ、はい、あそこがですね不思議な場所になります。骸骨のスポナーがですね普通のモヤモヤとは違う色のモヤモヤ出てますよね。あそこのスポナーからはですねなんと星2の雑魚が湧きます。星2の剣士、星2の普通の骸骨、そしてですねなんと魔術師まで現れる始末。いやー厳しい。ほらね今弓のね星2が召喚されてます。剣士の星2も召喚されてますね。まあちょっと見えづらいかもしれませんが、まあこんな感じでどんどんとねスポーンしていきます。つまりスポナーを壊さないと星2の敵がわらわらと湧いちゃうって感じですね。でまあ壊し方とすれば近距離でねパパッとやってもいいんですけど、まあ遠距離でねこうやって遠くから弓をペチペチと当てて倒すのもありですね。でもやってるとね結構ね弓兵とかに反応されてかなりめんどくさいんですけど、特に星2の戦士なんかはちょっとまともに相手できないので、はい壊れましたね今って言ってたら星2の戦士来た。いいだ。で星2のね敵なんですけど、まあ弓兵とかをねガードせず回避して攻撃してれば倒せるんですけど、天使ですね、あいつがねまあバチクソ強いんですよ。でなるべく怠慢の状況に持っていってヒミヤフルで近づけさせないように攻撃していくっていうのがまあ簡単っちゃ簡単かもしれないんですけど、まあ攻撃がね当たる可能性あります。範囲ギリギリを攻めないと結構ね難しいかもしれないので、このね緑色の弓、まあ弓かこの石弓ですね、まあこれでペチペチと当てていって、で敵の動きが止まったらベルセルクルアクスの青色発生ですね、まあこれで殴るっていうのがまあ手っ取り早いかなとは思いますね。ただ緑派生の弓がない場合とかはまあヒミンヤフルでちょろちょろとやるか、まあもしくはデモリッシャーあたりで敵の攻撃が届かないところにはめてバシバシと殴る、まあどちらかがお好きな方を。でスポナーを壊すとまあこんな感じでね建物があります。この建物を壊します。はい OK です。で壊すとですねこれですね、中に核と一緒にこの切っ先の破片、ダーウィンの切っ先の破片がね落ちてます。これを手に入れてダーウィンのね破片を集めていってダーウィンを完成させるっていうのがこの灰の地のミニボスイベントでございます。でこの1箇所目の攻略が終わったらこの横にね不思議な場所のロケーションあります。で登録するとですね再び不思議な場所がね表示されます。
これが2箇所目ですね。こんな感じで1箇所目が終わったら2箇所目、2箇所目が終わったら3箇所目という形で、3箇所ね合計クリアしていって、ダーウィンの破片を集めてダーウィンを作成する。これがですねダーウィン完成までの道のりでございます。さてそれでは実はね1回通ってまして、スルーしてたんですけど、2箇所目ですね。行きましょうか。よし。ということで2箇所目ですね。2箇所目はですね、スポーナーの奥に一応ダーウィンのね破片あるんですけど、前回と違うのは囲まれてないんですよ。建物を壊す必要ないので、あばよとっつぁん戦法でダーウィンの破片だけチラッと取ってロケーションだけパッて登録したらすぐ帰っても全然 OK です。今回はねせっかくなんで壊しときます。お、反応してきやがったな。とりあえずスポーナー壊せましたね。また戦士いるわ。こういう建物があればヒミンアフルでも結構やりやすいですね。あ、どっか行った。勝てないと悟ってどっか行きやがったな。勝てないと悟ると帰る。そういう性質を持ってるなあいつは。待てい、卑怯な。逃げるとは卑怯な。誉れを忘れてはならぬって志村様なら言いそうですね。はるか彼方に飛んでいきやがった。いいや、ほっとこう。はい、これが2箇所目ですね。刃の破片ということで、お、取れねえ。刃の破片ゲットです。これが2箇所目ですね。で、次、3箇所目。ここです。これでラストになりますね。ちょっと遠いですけど、頑張っていきましょうか。さて、3箇所目つきましたね。あれでございます。さあ、まずはとりあえずね、スポーナーを壊しましょうか。ちょうどいいとこあったんで、こっからパシュンパシュンします。これ遠距離からね、狙うのちょっと微妙なんですけど、一気に近づいて壊してしまった方が手っ取り早いのは手っ取り早いですね。どちらか好きな方をね選んでもらったら大丈夫ですね。星2の戦士が1体と星2の弓1体かな。あ、2体いる。2体はちょっと厳しいな。ここはちょっとバフ使って攻めるか。大骨のねバフ使えば戦えないっていうことはないので、大骨のバフが余ってるんだったら使っといた方がいいかなって感じですね。お、アスクスビン来た。よし、さすが大骨ご利用しができる。本当はね大骨バフあんま使いたくなかったんですけど、致し方なしって感じですね。でちょっと壊れちゃったんですけど、ここが不思議な場所、3箇所目になります。スポーナーを壊した建物ですね。建物をまた壊すとここにね台座があるんですけど、この台座にダーウィンのね破片があるかと思いきや何もありません。はい、何もない代わりにこの奥にですね洞窟があります。この洞窟に入るとミニボス戦スタートです。この洞窟の中にボスがいて、そのボスを倒すことによってダーウィンのかけらの最後の一つをゲットできるっていう感じですね。まずは大骨も使っちゃったので一旦拠点に帰ります。はい、それでは大骨も溜まったので早速ねミニボス討伐していきます。で今回はですね遠近装備で
来てますね。アスクスビンの装備でもいいんですけど、まあ結構ね敵の火力が高いのでワンパンでやられる可能性があります。なので、まあ、できれば遠近装備の方がいいかなとは思いますね。さてそれでは行きましょう。ポーション飲んでGO。レトコの墓ということで、中に入るとねこんな感じでレトコってやつが襲ってきます。お、危ね危ね。ちょっとね暗いのでウィスプライト必要ですね。でこいつがですね、まあ、ミニボスで、こいつを倒すと、まあ、ダービンのね最後の破片を入手してダービンが作れちゃうよっていう感じでございます。でこいつ倒していくんですけど、まあ強いです。まあ普通にね立って持ってパリ取ろうとしても、はいパリ取れません。でガードしても75食らいますね。まあ結構食らいます。なのでまあ普通に戦うとかなり強い相手ですね。もちろんね誉れある戦いとして、まあ、正面からねこのベルセルクルアクスとかで敵の攻撃をですね頑張って回避して、まあ、攻撃しながら正面からね戦ってもいいんですけど、今回紹介するのは下道の方法をね紹介していきます。でまずはね下道戦法その1が、まあ、ヒミヤフルですね。近づいてきたらヒミヤフルで後ろに追いやって、また近づいてきたらヒミヤフルを当てるっていうのを繰り返すっていう感じです。ただこれはですね結構ね失敗すると普通にダメージもらうので、下道戦法の中では一番使いづらい戦法ですね。でその2がデモリッシャー。まあこれ結構ねありでございます。はい、この柱に適当に回りつつデモリッシャーをねぶっ破していれば基本的には勝てるかなと思いますね。結構ねノックバックもだいぶ高いので、敵もね後ろに吹き飛ばされるので、まあデモリッシャーはなかなか下道な戦法ですね。で一番手っ取り早いのがこのベルセルクルアクスの緑発生ですね。これをですねある程度ダメージをもらってもいいので、とりあえず敵を動けなくさせます。はい、今動けなくなったら後ろを取ります。で後ろを取ってあとは殴るだけです。はい、かなりのね HP 削れます。これをね何回か繰り返せばもうやつはね簡単に倒せますね。で高速が始まったら後ろに行って攻撃する。結構ねスタミナ消費があれなんですけど、攻撃できるギリギリまで回復できたらもうスタミナゼロになっても構わないので、攻撃を当て続けてもらったら大丈夫です。それとですね、まあこんな感じでね永遠に拘束しつつレトコをね簡単に倒せます。まあこれがですね誉れを忘れた戦いですね。
ベルセルクルアクスの緑派生でひたすら後ろからしばく。まあ、これだけでね簡単に討伐できます。でこれで最後のねダーウィンの破片塚がね入手できます。これでダーウィンも作成可能でございますね。はい、そして各種のねダーウィンの破片と血玉石、そして遠近20個、これを使うことによってはいダーウィンがね作成可能でございます。ちなみにまあダーウィンなんですけどステータスがねこんな感じですね。まあ非属性の片手剣って感じです。でちなみにこのダーウィンなんですけど、この不思議な場所はねワールドの中で3つしかないです。で3つで1つのダーウィンが作れるので、1つのワールドでね1つしか作成できない超激レア装備となっております。ではこのね1つのワールドに1個しか作れないダーウィン、こいつのね実力を皆さんにね見せつけようと思います。はい、それではこのね超激レア武器ダーウィンの試し切りとしてレトコをね再び召喚しました。こいつをですね再び八つ咲きにしてこのダーウィンのね力を見せつけようと思います。さあ大骨を発動してさあ行こう。さあ来いわっぱが。このね竜神ジャッカの前ではまあもはやみんな雑魚に等しい。見よこの副次攻撃の威力。でちなみにねこの雷鳴のニーズヘック、これね青派生ですね。これでね一回副次攻撃してみましょう。でこれダーウィンですね。これダーウィンでもう一回副次攻撃してみましょう。ちょっと待てよ。あれおかしいな。これワールドに一つしか作れない武器なはずなんだけど、あまりニーズヘックと差がないというか、まあ状況によってはニーズヘックの方が強いんじゃないのかこれは。いやでもそんなことはない。この竜神ジャッカダーウィンの実力はこれほどではないはず。さあ真の力を見せてくれダーウィン。確かに燃焼ダメージはいい。燃焼ダメージは入るが、しかし思ったより強くないぞ。これだったらニーズヘックの青派生でいいんじゃないか。こんなに苦労して手に入れたのに強くない。いやそんなわけそんなわけはない。視界にして挽回のごとき強さ、それがこの竜神ジャッカのはずなのに、なんか知らんけどそんなに強さを感じないぞ。なぜだ。まあレトコは倒せるけどもそんなに強くない。はいということでね、まあこのダーウィンなんですけど、確かに一つのワールドに1個しか作れない超激レア装備なんですが、そんなに強くないです。ただまあめっちゃかっこよくて今までになかったね非属性の片手剣なんで、まあ持っておいて損はない装備かなと思いますね。でもしかしたらですね灰の地の次のバイオーム極北でこのねダーウィン大活躍するかもしれないので、強い弱いにかかわらずぜひね入手しておきたい装備ですね。はい皆さんいかがだったでしょうか。今回はですねダーウィンの入手方法とレトコの簡単攻略法ということで紹介してみました。まあダーウィンですね、破片を入手するのにちょっとねスポナー攻略めんどくさいと思うんですけど、まあ魔術師のトロルの杖とかだったらまあいきなりねスポナー破壊できたりしちゃうので結構楽かなと思いますね。でレトコはですねヒミンアフル、そしてデモリッシャーとかで戦うのもよし、誉れを捨てた下道方法でこの原初のベルセルクルアクスですね、
まあこれでひたすらね殴ってれば簡単に倒すことは可能です。おそらくこれが一番早いかなとは思いますね。まあ皆さんもねお好きな方法でレトコを倒してぜひねこの超かっこいいダーミンをね手に入れてみてください。それではねまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。最後までご視聴いただきありがとうございます。そして私歓喜いたしますのでぜひぜひチャンネル登録の方やっていただけると嬉しいです。それでは今日はこの辺でお別れです。バイバーイ。